書き下ろし日本語翻訳。地下室で世紀の結婚式が繰り広げられる中、私は押さえつけられ、恥ずかしめを受けていた。彼の電話をかけ、助けを求めた。冷たく嫌悪に満ちた声が返ってきた。また被害者ぶってるの？サマンサ、どうして死なないんだ？電話を切り、屋上へ駆け上がり、飛び降りた。式場の天使像の翼の上に落ちた。鋭い翼が体を貫いた。最後の力を振り絞り、兄に微笑んだ。心配しないでもう死ぬから、天使像の翼が僕を貫いたあなたの婚礼の天使像の翼が。3日前に戻る。私はまだ精神病棟の2階にいて、電話越しの兄を見つめていた。両親が亡くなってから残されたのは彼だけだった。彼は私の支え、守り手だった。だが、もう3年も会っていない。主治医が首筋に湿った息を吹きかけながら近づいた。サマンサ、治療についてだが口は固くするんだ。わかったね。背筋が凍る思いだった。私は従順にうなずいた。わかりました。医師に手を引かれ、面会室へ入る。私たちのつないだ手を見て、兄の目が一瞬揺らいだ。しかし、何の感情もなかった。昔の彼ではなかった。うちは昔から息子が優遇された。私は彼の庇護の下で育った。幼い頃、雨が欲しくてたまらなかった時、彼はこっそり小遣いで買ってくれた。私が何かやらかすと、彼は自分の体を盾にし、母のヘアブラシの一撃を受けた。両親が亡くなってからは、彼の過保護はますます激しくなった。男が私を一目見ただけで、彼は血圧を上げ、激しく罵った。だが今、私は彼が最も大切にしていた妹ではなかった。なぜなら、私は彼が最も愛した女性オーロラを殺したからだ。3年前、彼の結婚式前夜、オーロラとその妹ブライアンは交通事故に遭った。オーロラは現場で亡くなった。そしてブライアンは兄に告げた。サマンサが電話してきて、嵐の中、チキンヌードルスープを買いに来てって頼んだの。それが事故の原因よ。あの日、彼は私の弁解を一言も聞き入れなかった。彼は私を平手打ちにした。2度も。サマンサ。そんなに自己中なのか。オーロラは妊娠していたんだ。お前は俺の最も愛した2人を殺したんだ。彼の目は血走っていた。彼は私の貪欲で嘘つきな口を永遠に縫い合わせたかったようだった。オーロラの理性的な父親が事故だ、悲劇だ。サマンサを責めるなと言ってくれたおかげで、兄はようやく私を解放した。オーロラの葬儀の後、兄は彼女の仕事の処理のために海外へ渡った。彼を安心させるため、アンダーソン家は私を引き取った。そして、私の悪夢が始まった。兄は一言も発せず、私を駐車場へ連れて行った。以前、私に足元に気をつけるよう注意してくれた兄は、もういなかった。私も恐ろしいほど静かだった。かつて彼の周りで絶え間なくおしゃべりしていたあの頃とは、もう違った。なぜなら私は病気だったから。リアムが海外へ行った後、ブライアンは私が死ねばいいと願っていた。私たちは高校3年生で同じクラスだった。彼女は毎日のように私をいじめ、他の生徒も巻き込んだ。ある日、彼女と仲間たちは私を土砂降りの雨の中、汚い側溝へ投げ込んだ。彼女は私を下水のネズミ呼ばわりし、アンダーソン家に住む資格はないと言った。それから彼らは私を廃墟の倉庫へ連れて行った。彼女の3人の子分が私の服を引き裂き、タバコの吸い殻を腕に押し付けた。私の苦痛の叫び声は彼らを興奮させたようだった。それら嫌悪すべき体が私を押さえつけ、次々と襲いかかった。
彼らは側溝の水の悪臭を文句言いながらも快楽を貪った。そしてブライアンはそのすべてをスマホで記録し、私の表情、仕草を一つ残らず捉えた。その後、彼らはその動画で私を脅し、口封じをし、それから大手を振って去っていった。私はボロボロの体をまとめ、兄に電話した。泣きながら、ブライアンとその仲間たちが私を傷つけたことを伝えた。彼は一瞬沈黙した。サマンサ、君はアンダーソン家に命の借りがあるんだ。それでも彼らは君を引き取ってくれた。ブライアンは姉ととても仲が良かった。彼女はただ悲しみをぶつけているだけだ。そんなに必要にならなきゃいけないのか？感謝の気持ちもないのか？その瞬間、私の心は侵された体と共に粉々に砕けた。電話を握りしめ、私はついに真実を告げた。リアム、それはただのいじめじゃないブライアンが彼らに私をレイプさせたの。リアム、お願い、帰ってきて。ここから連れ出して。お願い。しかし、私の必死の懇願は彼の同情も信頼も勝ち取れなかった。なぜならブライアンが偽造した婦人科検査報告書を提出したからだ。白黒はっきりとそこには書かれていた。体液の痕跡なし、性的暴行の痕跡なし処女膜は旧裂傷。兄がその診断書の写真を受け取ったとき、彼の怒号は私の鼓膜を破りそうだった。サマンサ。この安売り女め。とっくに男と寝ておいて、今さらブライアンを陥れようってのか？お前にはがっかりだ。彼は電話を切った。それ以降、彼から連絡は一切なかった。あの日、私は傷ついた体を引きずって帰宅した。皮膚が血が出るまでこすり洗った。すべてを終わらせようと思った。だが、リアムのことを考えた。そして、躊躇した。死ねない。彼が私に残された唯一の家族だった。私が死ねば、彼は生きていけないだろう。私はすべての痛みを埋め、死に物狂いで勉強し、必死に息をした。一つの考えにしがみついた。期末試験が終われば、リアムが家に帰ってくる。きっと良くなる。しかし、ブライアンは私にその機会を与えなかった。試験の3日前、彼女は私を縛り上げ、雨に濡れた野原へ放り投げた。私は高熱を出し、試験を受けられなかった。それから彼女は私をこの精神病院へ入院させた。彼女は医師たちに私がしばしば自傷行為をし、同情を引こうと被害者を演じると告げた。あの日、私はミュンヒハウゼン症候群と診断された。同情を引くために嘘をついたり自傷したりする障害。私の体の傷一つ一つが自傷行為とラベル付けされ、弁明の言葉はすべて嘘とされた。私は生き地獄へ落ちた。2年間。リアムは私を墓地へ連れて行った。オーロラの墓石の前でひざまずき、私はついに我を失い、涙があふれた。彼は数枚のティッシュを私に投げつけた。オーロラの前でなく資格があると思ってるのか？そんな嘘の涙はやめろ。彼女の墓を汚すな。彼は知らなかった。私は誰よりも彼女が生きていることを願っていたことを。そうすれば彼女があの電話の真実をみんなに話せるから。私はただ嵐の注意をし、早く帰宅するよう伝えただけだった。スープを買ってくれと頼んだことは一度もない。私は顔を拭い、オーロラの写真の前で3回頭を下げた。ごめんなさい、オーロラ。主治医は、私が従順さを学べば、兄はもう私を憎まなくなると言った。リアムはこの世界で私の唯一の家族だった。私の苦しみは重要ではなかった。彼の誤解も重要ではなかった。ただ彼に捨てられさえしなければ。頭を下げているとき、私の袖がまくれた。
リアムは突然私の手首をつかみ、さらに袖を巻り上げた。私の腕は恐ろしい傷跡で覆われていた。鞭の跡、切り傷、タバコのやけど。そしてその下にタトゥー。リストカット。タトゥー。次は喫煙か？そんなに自分を堕落させなきゃいけないのか、サマンサ？俺に同情させようとして自分を傷つけるのか？そんなに自分が嫌ならいっそ死ねばいい。私は説明したかったが、言葉は喉で詰まった。誰もが私がミュンヒハウゼン症候群だと知っていた。リアムは私の言う真実を決して信じないだろう。一つ一つの傷、あのタトゥー。すべてリアムが去った後、ブライアンが私に強いられたものだった。火の当たらないあの日々、ブライアンは気の向くままに私を踏みにじった。彼女はそれで私が自決すると思っていた。だが、私はしなかった。私の忍耐は彼女をエスカレートさせた。私の強靭さは彼女を狂わせた。ついにブライアンは正気を失い、私に下剤を飲ませた。彼女は私がみんなの前で自制を失い、犬のように野原を這うのを見つめた。鼻をつまみ、彼女は近づいて囁いた。サマンサ、私がなぜあなたを憎むか知ってる？あなたは私とリアムの関係を台無しにしたのよ。ブライアンは彼女も姉も兄を愛していたと告白した。しかし、私がオーロラに懐いたせいで、リアムは彼女を愛するようになった。サマンサ、私はオーロラが嫌いだった。そして、あなたも嫌い。あのヒネスープを買いに行こうって提案したのは私なの。つまり、自分の姉を死に至らしめたのはブライアンの提案だった。それなのに、彼女はその責任を私に押し付けた。あの日、彼女は全校生徒の前で私を救出した。みんながブライアンの思いやりを称賛し、悪臭の中で私を清潔にしたと。しかし、誰も知らなかった。彼女が土砂降りの雨の中、私をあの荒野の野原へ放り投げたことを。私は高熱でうなされながら帰宅した。リアムの名を叫んだ。それがブライアンの逆鱗に触れた。彼女はスマホの動画を再生した。サマンサ、リアムがこの中のあなたのあの娼婦みたいな様子を見たら、もうお兄ちゃんなんて呼ばせてくれると思う？私は必死に立ち上がり、彼女のスマホを奪おうとした。しかし、彼女は自分から階段を転がり落ちた。あの日、アンダーソン夫人はリアムに、私がブライアンを突き落とした防犯カメラの映像を送った。ブライアンは精神病院を提案した。リアムは一瞬の迷いもなく同意した。彼はアンダーソン家を完全に信頼していた。だから彼は私が経験したことを何も知らなかった。今の兄を見て私は両親が亡くなった日を思い出した。私を抱きしめながら彼は言った。怖がらないで、サミー。何があっても俺はいつもお前を守るから。私の目が熱くなった。私は説明しようとした。だが、彼がオーロラの墓石を優しく撫でているのを見た。オーロラ、俺は家に帰ったよ。お父さんとお母さん彼らは俺に家族の一員でいてほしいんだ。ブライアンとやってみてほしいって。君も祝福してくれるよな？